雲後禅師。戦国時代の話です。仙台の名将、伊達政宗は、若い時、とても気性が激しい人でした。政宗が18歳の年の冬、朝から雪が降っている日でした。政宗は、部下と一緒に離れ御殿で雪見酒を楽しんでいました。政宗はいつも裸足でしたから、草履取りの平四郎は政宗の下駄を抱いて温めようと思いました。政宗が戻ってきて下駄を履いたとき、下駄が暖かかったですから驚きました。そして激怒しました。平四郎、お前、私の下駄の上に座っていたのか。無礼者。政宗は下駄を平四郎の頭に投げつけました。平四郎は倒れました。額から飛び散った血が白い雪を赤く染めました。政宗は裸足で歩いて帰りました。部下たちは平四郎が真面目な男で政宗の下駄の上に座るはずがないと知っていましたが、政宗に叱られるのが怖くて何も言うことができませんでした。平四郎は思いました。なんてひどい人だ。真面目に働いている私を疑って傷つけた。絶対仕返しをしてやる。平四郎は血で汚れた下駄を拾って実家へ帰りました。それからどうやって仕返しをするか考えました。侍になっても名門伊達家を超えることは難しい。そうだ、僧侶になろう。身分が低い人でも頑張れば偉い僧侶になれる。日本で一番偉い僧侶になったら帝に会うこともできる。偉い僧侶になって伊達政宗を見返してやろう。平四郎は京都の寺へ行って修行を始めました。それから15年が過ぎました。平四郎は寺で一番偉い僧侶になりました。そして国のお金で大陸の禅寺へ留学しました。そこでさらに5年修行して日本へ帰りました。平四郎は日本で一番偉い僧侶になりました。京都の雲後寺の住職になって、帝から雲後禅師の称号をもらいました。時代は戦国時代から平和な江戸時代に変わっていました。伊達政宗も出世して仙台64万石の大名になっていました。名刹、瑞巌寺が長かった戦国時代に壊れてしまいましたから、修理して新しい住職を迎えようと政宗は思いました。今、日本で一番偉い僧侶は誰かと聞くと、部下たちはみんな京都雲後寺の雲後禅師だと答えました。それで政宗は雲後禅師に瑞巌寺の住職になってほしいと手紙を書きました。雲後禅師は天皇に許しをもらってから30年ぶりに仙台へ戻りました。そして瑞巌寺の住職になりました。瑞巌寺で最初の法要を行うとき、雲後禅師は政宗を茶席に招待しました。昔の平四郎だったら
これを恨みを晴らす好機だと思ったでしょう。政宗は茶室に入って禅師を待ちました。床の間に古くて汚い下駄が飾ってありました。よく見ると血のしみがついていました。政宗は寺に似合わない物騒なものが飾ってあると怪しみました。しばらくして禅師が入ってきました。政宗は頭を下げて挨拶をしました。雲後禅師、こんな遠いところまで来てくれてありがとう。礼を言う。禅師も頭を下げました。見ると、禅師の額に深い傷がありました。政宗はまた怪しみました。禅師、聞きたいことがある。床の間の古い下駄、そしてあなたの額の傷。何か言われがありそうだが。政宗が言うと、禅師の目から涙があふれました。政宗様、お久しぶりです。禅師、以前どこかで私に会ったことがあるのか。はい。政宗様が私のことを忘れていても不思議ではありません。私は昔、政宗様の草履取りをしていた平四郎でございます。何？平四郎？はい。30年ぐらい前、ある雪の日、政宗様の足が寒くないようにと、私は下駄を抱いて温めていました。政宗様はその下駄に足を乗せると、すぐ怒って私に下駄を投げつけました。床の間の下駄はあの時の下駄。この額の傷はあの時の傷です。あの時、私はあなたを恨みました。私の気持ちがわからない政宗様を見返してやろうと思いました。それで、僧侶になって、必死に頑張りました。そして、とうとう、悟りを得ることができたのです。あの日、あの時、政宗様にこの下駄を投げつけられなかったら、私はこんなに頑張れなかった。悟りを得ることもできなかったでしょう。政宗様は、私の恩人なのです。悟ってからずっと、この下駄は、私の宝物です。今日、ようやく、直接会って、お礼を言うことができます。あの時は本当に、ありがとうございました。政宗は、呆然と聞いていました。やがて突然、涙を流しました。雲後禅師、私のひどい行いを許してください。もし許してもらえたら、私は、あなたの弟子になりたい。
私はあなたから仏の教えを学びたい。どうか私を弟子にしてください。その日から政宗は雲後禅師の弟子になって仏の教えを学びました。それから政宗は人の心を思いやるようになって、さらに立派な大名になったそうです。